新しい発見が、新しい組み合わせを見つけられる店じゃないかなと。そうでありたいし、そう思いたい。일본 오사카. 오래된 사찰에 정치가 남아있는 골목에서 깊고 진한 에스프레소 향이 흘러나옵니다. AUN コーヒーの代表の藤井京介です。うちのお店は AUN コーヒーというお店と AUN コーヒーロースターズというお店と2つのお店を経営していて、 AUN コーヒーロースターズは今ここでインタビュー受けている場所で焙煎しながらコーヒーとスイーツを楽しんでもらうっていうのがコンセプトで、ちょっとこっちの方がカジュアルですね。で、1号店舗目の AUN コーヒーは四天王寺ってお寺の前に作って、でそっちはここよりもケーキの種類が4倍ぐらい多くて、あとあらゆるもののプラスアルファがあるんですけど、基本的にはコーヒーとスイーツのペアリングをするお店です。 그런데 왜 하필 사찰 옆이었을까요? 가게 이름에 그 답이 있다고 합니다. 日本の言葉にあうんの呼吸っていうのがあるんですよ。目と目が合うだけで意思疎通ができるっていう。そこに言葉が必要じゃなくて、多分きっとこれはこれを欲しているなとか、相性みたいな、人と人だけではなくてなんか他のものにも通じるなと思って、組み合わせという言葉が好きなので、スペシャルティーコーヒーとケーキ相性いいよね、これを考えて作ると言葉いらずに素敵な組み合わせを届けられることができるんじゃないかなと。それプラス空間や流れる時間や音楽や人、いろんなものをプラスアルファしていけば 1+1 以外の組み合わせを楽しめるんじゃないかなと思って。 말없이도 통하는 조합을 꿈꾸다. 멋집니다. 그 꿈의 시작이 초등학교 2학년 때라는군요. 小学2年生です。バレンタインのお返しにチョコをいただいて、ホワイトデーにクッキーを手作りで作った時に、これってすごい喜ばれるものなんだと、これはいいなと思って、もうそこからですね、もうその後だから小学2年生の段階、8歳でクッキーとかメロンパン作ってました美味しいものを作りたいと思って、でも学び方が分からないってなったんで、ケーキ屋さんに就職がしたいと思って、だから専門学校に入って、大阪で一番有名なケーキ屋さんが、南大阪にあるんですけど、菓子工房 T 横川っていうお店に、そこに直接交渉しに行って、週もしてないけど雇ってくれって言って雇ってもらって、将来カフェをしたかったんだけども、当時カフェってコーヒーにこだわればスイーツが美味しくなくて、ケーキ屋さんもケーキをこだわればコーヒーが美味しくなくて、なんかすごいもったいないなと思ってたんで、だったらまずケーキをしっかり学びにたいと思ってパティシエになったんですけど、僕の夢からするとパティシエは家庭でしかなくて、家庭でパティシエになりましたスペシャルティーコーヒーっていう言葉を分からずに浅入りコーヒーっていうジャンルに手を伸ばしたっていう感じですね。それが感じたことのないフルーティーな産質に、今みたいにレモンみたいだなとかオレンジみたいだなとか何もなく、なんだこの酸味はっていう、それにちょっと感動を覚えてしまって、僕がやりたいカフェにはきっとこういうコーヒーは必要なんだろうなっていう直感で学びたいと思いました。 그렇게 케이크도 커피도 전부 다 배워 지금의 아운 카페를 차리게 된 것입니다. 그가 만들고 싶었던 공간은 어떤 것이었을까요? お店作りで必要だなと思っているのは、僕がお客さんで来た時に眠たくなる店です。眠たくなるって究極に落ち着いている状況だと思うんで、その落ち着くとかリラックスとかそれぞれの楽しみ方があると思うんで、こう楽しんでほしいとかこう過ごしてほしいっていうのは何もなく、好きに過ごしてもらっていい中でコーヒーがあって、それに合わせたスイーツがあって、その人にとって大事な時間が流れていたら、それだけで本当に価値があるなと思って。本を読むのもいいし、音楽聴くのもいいし、友達と喋るのもいいし、輪の中にあうんのコーヒーがあって
青のスイーツがある。これの組み合わせっていうのを届けたいお店です。カフェとしての、お客さんとしての、スタッフとしての、それはもうお互いマナーはあるよけどルールはないよ。60分制ですとか90分制ですとかワンドリンク制ですとか、そういうルールがあると思うんですよ、ある店は。でも本来のカフェやコーヒーショップって日常に溶け込むものだと思うんですよ。日常的に使ってもらう必要があるのにもかかわらず、売り上げがどうとか長居されたら困るとか、それってカフェが生まれた根本とはちょっと違うよね。日常的に溶け込めてなくねってなるんで、犬は OK です。むしろ何でも OK です。だからうちは海外のお客さんも来るし、子供も来るし、ワンちゃんも来るし、もうおじいちゃんおばあちゃんも来るし、サラリーマンも来るし、もう女の子同士で喋りに来る人もいれば、ベビーカー持った赤ちゃんも来るし、これほどまでに複合的な多ジャンルのお客さんが来るカフェは見たことがないと思います。 누군가의 하루 속에 조용 희노가 드는 곳. 그게 후지상이 꿈꿔온 카페의 모습이라고 합니다. 규칙도 눈치도 필요 없는 곳. 그저 자신만의 시간이 흐르면 그걸로 충분하다고 하는군요. ケーキ屋さんのティラミスよりうちのティラミスの方が美味しいんですよ。どうしてってなると、ケーキ屋さんってエスプレッソを落とせないんですよ。でそれに合わせてレシピも作れないんですよ。うちの場合はティラミスに合わせて、極端に言えば生豆も選べるし、焙煎の焼き方もこだわれるし、抽出の方法もケーキに合わせて落とせるんですよね。そうしたティラミスってここまでの過程が他の人よりもこだわってるんで、やっぱり美味しいんですよね。過程をこだわってるから完成のクオリティも上がって、そのティラミスに対してコーヒーも入れ方を変えれたりできるんで、一番バッチグーじゃないですかね。今はルワンダっていうコーヒーですね。ちょっと発酵感ってワインっぽいんですよ。ティラミスってやっぱちょっと大人風なケーキなんで、その大人風なルワンダのアナエロビックナチュラルと合わせていただくと深みも増して、他のお店では味わえないんじゃないかなって正直思ってます。 그는 결코 정답을 강요하지 않습니다. 손님의 자유를 존중하면서도 물어오는 이에게만 나지막이 최고의 조합을 건넬 뿐이죠. 코피に合わせてケーキを作ってるんで、これできるお店は僕は日本にうちしかないと思ってて、ケーキを作るのは誰でもできるんですよ。コーヒーを入れるのもできるんですよ。で美味しいケーキなんてみんな作れるんですよ。美味しいコーヒーもみんな入れられる。そうじゃなくて、このコーヒーに合わせてレシピを調整して、そのコーヒーに合うようにケーキを作ってるんで、特に四天王寺のお店がこのコーヒーにはこのケーキが一番相性がいいですよっていうのは大前提あって、でもそれを別にお客さんには強調してこれしかないですよみたいな詰め方しないですよ。選択の自由があるんで、聞かれたら答える組み合わせは実はありますと。ここのケーキのペアリングが一番好きっていうのが伝えていただいたことが、やってよかったなと嬉しい反面、そりゃそうだろうと、合わせてるんだからと。편안함 속에 고집이 있습니다. 아주 깊고 아주 조용한 고집. 티라미수 하나를 위해 원두를 고르고 로스팅을 바꾸고 추출 방식까지 조종한다는 이 가게. 쉽게 지나칠 수 있는 한 잔의 에스프레소에도 그는 자신의 파티시에 경력을 녹여냅니다.韓国の人は結構うちのお店に来てくれて結構楽しまれてるんで、僕もやっぱ韓国に行ってみたいっていうのも、行ったことないんですよ。世界行こうぜって言ってるけど、他の人ヨーロッパとか他のアジアにいてて、韓国にだけは行けてなくて、でもこのスペシャルティーコーヒーとかスイーツとかカフェっていうジャンルで見たら
韓国は日本よりも先行ってる気がして、新しいものを生み出すのが本当にすごいなと思って。いろんなチーズケーキも作るし、いろんなコーヒーに対してのマシンも作るし、ケーキも美味しいものから可愛いものから何それっていうね、ちょっとこう特殊なものを作ったりとか、カフェの内装も日本人よりもお金をかけて作り込んでるんですよね。作るだけじゃなくて作り込んでるんですよ。そういう意味でやっぱり興味があるし、行きたいし、すごいなって心の底からやっぱり今思っちゃってるんで、なおさら行きたい。もしイベントできるならジャパンロースターとして挨拶しに行きたいです。アニョハセヨとチョムハルテセヨぐらいしかわからないですけど、この2つだったらいけるかなっていう。あと時たま出てくるサランヘヨと行きます。待っててください。비록 아는 한국어는 몇 마디뿐이지만 커피와 디저트라는 공통의 언어가 있다면 충분하다고 그는 믿습니다. 언젠가 한국의 어느 골목에서 그가 정성껏 맞춘 최고의 조합을 만날 수 있기를 기대해 봅니다.